王家の装備腹3分目パワーでどっこいしょ私も負けずによっこらしょ。あれほど大きな破片を軽々と。ペコリーヌ様とクローチェ様は本当に怪力無双ですね。パワフル。はいはい、あんたたちちょっとどいてなさいよ。そこのブロックも飛行魔法かけて運んじゃうから。申し訳ありません、キャル様。細かい破片や塵は風の精霊に集めていただきます。ジオテオゴニアの精霊の皆様はとても素直でございますね。ペコリーヌさんだけじゃなくてコッコロさんもキャルさんもそれにお兄さんもとっても手際がいいです。なんだかすっごくこういうのに慣れてるような。はい、壊れた建造物の片付けなどよくお手伝いをさせていただきました。本当は壊れないのが一番なんだけどね。胸が痛いです。そうですね、悪いのは攻め込んでくる方ですよね。そんな悪を退治するだけでなく後片付けにまで精力的に取り組むだなんて、さすがは兄様です。はいはい、あんたたち喋ってないで手動かしなさいよ。この遊園地無駄にだだっ広いんだから。申し訳ありません、キャル様。ギリ運べる？ビガーおにぎりちゃんもすごい運びっぷりです。私も負けないですよ。クルル様が魔法石の回収や補修をなさっている間にこの入り口前の広場だけでもできるだけきれいにしておきたいですね。そうですね、壊された乗り物とかを直すのは無理ですけど、綺麗になってるのを見たらクルルちゃんきっと喜んでくれますよね。はい、頑張りましょう。クルルちゃんの笑顔のために。クルルはそちらの暖炉に飛び込みますです。リンノちゃん、ボルガーノさん、止めないでくださいです。もうバカなこと言わないでください、クルルさん。ワルさん、ちゃんと押さえててくださいね。そりゃいくら暴れられたってクルル嬢ちゃんに力負けすることはねえけどよ。いつまでこうしてりゃいいんだオラ。ただいま戻りましたよ、リンドちゃんたち。パークのお片付け一段落しましたよ。へへへ、もうお腹ペコペコです。おかえりなさい皆さん。皆様、お取り込み中でしたか？お取り込み中っていうか乙女中ですかね。クルルさんが丸焼きウサギになろうとするの。お姫様に任せていただいたパークは奪われて、戦いではお役に立てなくて魔法石はいっぱいなくしちゃって、まずさえお片付けまでしていただいて、もうこうなったら私にできることはこんがり丸焼きのウサギさんになってお腹ペコペコのペコリーヌさんたちに美味しく召し上がっていただくしかありませんです。いやいや、お前さんが丸焼きになったところで誰も喜ばねえからやめとけな。丸焼きのうさぎさん、おくり。ちょっとあんたね、バカやってると本当に食べられちゃうわよ。こいつら
遠慮なんかしないんだからマジで。いつも食べられそうになってるキャルさんが言うと説得力がすごいです。差し出がましいようですが、ペコリーヌ様もプレシア様ももう少し自制心を強く持つようになさるべきかもしれませんね。そうですよ。お二人が食い意地張っているせいですごいトラブルになったんですから。ごめんなさい。でもまあ皆さんがパークを取り返してくれてライライル様からもお許しいただけたみたいでよかったですね。ちょうど本当に良かったです。これでまたナイトさんたちと一緒に冒険できるんですね。誤解も解けて本当に良かったです。こっちの世界の美味しいご飯まだまだ食べ足りないですから。というかペコリーヌさん元気ですね。うちのお姫様はまだグロッキー気味なのに。ライライル様はお加減が優れないままなのですか？雲の魔物とバンディシスターズを撃退した後すぐにお城に戻られていましたが。お見舞い行こそんなに深刻な顔をするほどではありませんよ皆様。ライライルさんおいっす。ご無事なようで安心いたしました。ご心配をおかけして申し訳ありません。そして改めてグランドリームパークの奪還に感謝を申し上げます。つきましては明日にでもささやかな宴席を設けさせていただければと思っているのですが。宴席？いわゆるパーティーですね。兄様いかがなさいますか？よかった。ではリンド、ブルム、メイド長らと共に準備を始めるように。かしこまりました。それと騎士、失礼いたしました。今のは主様に何事か耳打ちなさっていたご様子ですが。この間王家の装備の力を振り絞って以降ひどく傲慢な性格のもう一人の私とでも言うべき存在がふとした弾みで表に出るようになってしまったのです。今のように。わかります。私もフルパワーで戦った後はお腹が空きすぎてつい周りが見えなくなることが。もう慣れちゃいましたけど。慣れすぎたせいで傍から見ると平常運転って感じだけどね、あんたの場合。ライライル様、とにかく今はどうか安静になさってください。これまで何度か王家の装備の使いすぎで今回みたいになっちゃうことがありましたけど、休んでるうちに傲慢モードにならなくなりましたもんね。ええ、ですがこれからは必要とあらば私ももっと積極的に戦いに赴こうと思います。戦いなんて私やボルガーノさんに任せてくれれば大丈夫ですよ。そうだな、仕事を取られちゃ野良猫になっちまうわ。ですが祝いの席の前にするような話ではありませんでしたね。
とクルル。何でしょうか、お姫様。あなたには復旧した遊園地で皆を笑顔にする大事な役目があるのですから、命を粗末にするような真似はしてはなりませんよ。はいです。クルルの肝に彫刻刀でゴリゴリ命じておきますです。いや、死にますからそれ。クルルちゃん、そういえば一つお願いがありまして。はい、何でもかんでもおっしゃってくださいませませ。ギャル様、いかがでしたか？さっき借りたクルルの魔法石調べ終わったけどね。ランドソルじゃかなりレアだけど、でも似たようなものがないってわけじゃないわ。それじゃあ人間の魂を封じ込めたりロストした人が結晶化したようなもんじゃないってこと。残念ながらね。では私たちの目当てとは直接的には関わりがなさそうなのですね。残念。前のアストルムだと条件を満たすとリセットが発生しちゃって、決められたポイントにまで時間が巻き戻って、その巻き戻りのポイントから復帰するポイントの間に死んじゃった人も新しいループでは元通りになってたらしいんですよね。はい、それが事実ならば、いなくなってしまった人が元に戻れるようどこかに保存されていると考えられるのですが、どこにどんな形で保存されてるのかさっぱりなのよね。少なくともアストルム中探しまくっても見つからなかったのは確かだけど。でもここも結構探した。そうですね。ジオテオゴニアの全てを巡ったとはとても言えませんが、それでもこうも空振りが続くとじれてしまいますね。プレシアちゃん、何か手がかりになりそうな匂いとかはしてない？諦めるつもりなんかさらさらないけど、さすがにそろそろ成果の一つくらい欲しいわよね。ちょっとでいいからさ。結果的にはですけど、今回のことでライラエルさんともお友達になれましたし、もうちょっとこっちの事情を明かしてジオテオゴニアのことを聞かせてもらえたらいいですね。はい、きっとライラエルさんの方も事情を聞きたいって思ってますよね。ね、あなた。あれ？主様、一体どちらに？騎士、このような夜更けになぜ？騎士、今宵の牛蜜時、私のもとへお越しなさい。これは命令ですよ。そういえばお呼び立てしていたのでしたね。もう一人の私が。今お茶を。騎士、
改めましてになりますが、騎士、このような夜更けにお呼び立てしてしまい、大変申し訳ありません。本日あなたを招いたのはもう一人の私ではありますが、こうして二人だけで言葉を交わすことのできる機会を私は望んでいました。たとえ後ろめたいことがなくとも、誰かの目のある場所ではできない話もあると思うからです。ペコリーヌ姫にはプリンセスとしての立場があるでしょう。キャルは心を開いてくれるにはまだ時間がかかるでしょう。コッコロやリリたちは程度の違いこそあれ、騎士の意向に従う者たちだと見ました。よってこうした秘密の会談の相手にはあなたが最適だと考えたわけです。今ここには私とあなたしかいません。言いにくいこともあるかもしれませんが、どうか聞かせていただけますか、騎士。あなた方の本当の目的を、何を求めてこの世界に来たのかを。もちろんです。この国のプリンセスとして、何よりあなたの友として、決して口外しないことを誓いましょう。なるほど。シェフィー、あなた方の家族とも言うべき少女、それにプレシアの父君と、そして騎士たちの世界に暮らしていた100万以上の人々、行方知れずとなった者たちを探すのがあなた方の真の目的なのですね。なんと悲しくむごいことなのでしょう。家族や友人、愛する者同士がいやおうなく引き裂かれてしまうなど、その上万一この話が流布してしまった場合には誰も助けられなくなるかもしれない。そんな枷をかけられているなんて、騎士や皆様の苦しい胸の内お察しいたします。しかしながらこの世界ではおそらくあなた方の探す人々を見つけることはできないでしょう。プリンセスという立場のおかげで、私のもとにはジオテオゴニアの情報が誰よりも多く集まるのですが、今の騎士の話にあったように、別の世界の方々がたくさんこちらに流入してきたなら、それはすぐに噂となって伝わるはずです。気を落とさないでくださいというのは難しいかもしれません。でもどうか諦めたりはなさらないで。騎士たちの世界でもこのジオテオゴニアでも行方不明の方々の手がかりを得られないのだとしたら、一つ大事な情報を差し上げることができるかもしれません。ですが、騎士、私はこのジオテオゴニアを深く愛しています。食べ物は実り多く、魔物はごく少なく、そして何より人々は心豊かで優しく、争い事などささやかなものしかありません。プリンセスとしてこの平和と人々を守ることができたなら、これに勝る喜びはありません。ただ致し方ないことではありますが、権力者として正しくあろうとすればするほど、親しい者とさえ対等な関係を作ることはできなくなってしまいます。きっとペコリーヌ姫も国元で己の玉座に座っている間は私と同じようなものでしょう。だからこうして友と呼べる方ができて、私は本当に嬉しいのです。私がこのような願望を持っていることはクローチェたちには内緒にしてくださいね。彼女たちにはこれ以上気を使わせたくないですから。ありがとうございます。
これで私たちは互いの秘密を持ち合う者同士ですね。ですが嬉しいと同時に少しだけ悲しくもあります。それは別れの時が近いと確信しているからです。先ほど私が言いかけたあなた方の目的にとって大事な情報、それは私たちのジオテオゴニアとつながるもう一つの世界、ジオゲヘナの存在です。その世界はジオテオゴニアとは違い、魔物と戦火にあふれる大変危険な世界とのことです。ですがあなた方はきっとそこへ向かうのでしょう。だから私は悲しく思うのです。こうして友を得ることができたというのに、去りゆくあなた方を見送ることしかできませんから。ありがとうございます。そう言っていただけると心が安らぎます。ああ、騎士、あなたは本当に義理がたく優しいのですね。一番大事な目的を忘れてしまってはいけませんよ。ですが確かにアストライア大陸という場所から来た魔物と、それとは別のパークを占拠した謎の雲たち、そしてペコリーヌ姫を陥れようとした悪意を持つ誰か、今ジオテオゴニアにあるこれらの問題を対処するために騎士たちの力を借りることができたなら、これ以上心強いことはないのも事実です。それにあなた方に少しでも長く逗留していただけることはとても嬉しく思います。姫としても私個人としてもこれも秘密にしておいてくださいね、騎士。気にしないでください、クルルちゃん。はあ、っていうかまだ終わったわけじゃないでしょ。あの雲たちがどこから来たのか突き止めなくては再発の危険がありますものね。アストライア大陸から魔物が来ている原因もですね。一体どうして？特別に教えて差し上げましょうか。誰ですか？名乗るほどのものではありませんが、こちらではフレイヤと呼ばれています。フレイヤ。どうぞご記憶いただければ。と言ってもあまりいい記憶にはならないでしょうが。いや、そんなわけないですって。止めた方が大丈夫。映像魔法からじゃ大したことはできないはずよ。お外。魔物たちがあんなにたくさん。どういうつもりなのあんた。まだわかりませんか。これは宣戦布告というものです。宣戦
この城をあの魔物たちで落とそうってのかてめえ。フレイヤさんって言いましたね。あなたどうしてこんなことを。あなたも王家の装備を狙ってるんですか？バンディシスターズみたいに。王家の装備ですか。大して興味はありませんが、戦いの後に原型をとどめていれば剥ぎ取るのもいいでしょう。あなた方の死体からじゃあ狙ってるのはお宝とかじゃなくあたしらの命ってわけ？もしや私たちに恨みでも。恨み、そのようなものは特段には。ただ私はクライアントとの契約を履行するまでのこと。クライアント。私個人としてはこんな力ずくよりももう少し表に出ないやり方の方が好みなのですが、クライアントの意向であるなら従うしかありませんので。空から降ってくる魔物が大地を覆い尽くさんとするほどです。まだ遠くて細かいところまでは見えないですけど、あれってもしかしてランドソルの魔物なんじゃ。ではあなたたちが揃っていることも確認できましたので、私はこれで魔物たちに指示を与えねばなりませんから。この甘い城をあなたたちの墓標とするための指示をね。失礼。消えちゃいましたよあの人。映像魔法切っただけよ。空中にあんなでっかい魔法陣作ってるなら多分その真下とかでふんぞり返ってるでしょうけど。皆様ご無事ですね。ライライルさん、大変なんですマスお姫様。なんだか黒幕っぽい女の人が宣戦布告を。状況はあらかた把握しています。ゴルガーノ、城の入り口は？しばらく平気だ。俺の子分たちには何かあったらすぐに全部の門を閉めるように言ってやっからな。良いでしょう。ではリンド、ブルム、町の皆を城に避難させるように。私は城外に打って出て魔物たちを一掃します。お待ちくださいライラエル様。それってまた王家の装備を使うってことですよね？ええ、もちろんです。ダメです。いくら姫様だってあんなに敵がたくさんいたんじゃ。そうですよ、魔物さんも黒幕さんも私たちにドーンと任せてください。私たちももちろん戦いますからね、あなた。ってわけだぜ姫さん。この場は俺らの出番ってこった。昨日も言った通りによ、姫さんは玉座にふんぞり返ってくれてりゃいいんだよ。不損。ひゃお、ヒゲの先にビリッときた。万病が鬼神に向け指図するなど少子千万。次はヒゲのみならずその全身を余すところなく焦がしましょう。どげー、黒猫になっちゃう。何もしてないけどごめんなさいですごめんなさいボルガーノ。それにクレルや皆様も
怖がらせてしまって。ですが王家の装備を使う際にはこのようになってしまいますし、それに叶うならこれ以上誰の手を借りることもなく、私は私の愛する国の人々を守りたいのです。ライライル様、待ってくださお二人とも窓から飛び出してしまわれました。おいおい、待て待て、今城門閉まってるぞお前ら。我が領土を汚す矮小な倉庫ども、天上の来光を受け一片すら残さず消え失せるがいい。そうです。頼りになる騎士たちも間もなく去ってしまう。ならばたとえ恐れられたとしても愛する者たちを守るため、私はためらうことなくこの力を振るいましょう。蓬莱やて。ちょっと私たちも急ぎましょう。プルム、ライライル様から町の人たちの避難誘導を任されてるんだから。だる。こんな時にだるいとか面倒とか言ってる場合じゃないでしょ。ライライル様たちが戦いに出られているのに。それはそうだけど、てか王家の装備関係なしでうちのお姫様はペコリーヌさんと違って戦いに慣れてるわけじゃないって思う。そんなことプルムに言われなくても知ってるわよ。私だってすっごい心配してるの。姫様が争い事を好まれないのも知ってる。クローチェさんたちみたいに戦えるならとっくに言ってるわよ。でもじゃあ私に何ができるっていうの。姉貴もさ、たまにはサボったらいいんじゃん。だから何言ってるの。こんな時にもう私たちは避難誘導を。それって本当にしなきゃいけないこと？サボりのプロとして言わせてもらいますが、サボるってのは怠けるだけじゃないですよ、姉さん。白雷蒼天。なるほど。あれが王家の装備の一つ、スペルビア。威力ならばシリーズでも最大というだけのことはあるみたいね。けれどその弱点は燃費の悪さより何よりも他者を見下すことによる脇の甘さでしょう。コマンド、イノベーション、エボリューション、バイコンプルション。
我が罰に耐えたと。小賢しい。だがなぜ急に。この飛躍的な向上そのものではなくとも彼の力に類似しているような。魔物さん、スキアリです。クロチェ、大丈夫ですか姫様。遅くなってごめんなさい。助かりました。ですが離れてください。いつ再びもう一人の私が現れてあなたの手を払いのけるかもしれないのですから。平気です。どんな姫様でも私は怖くないです。それに姫様の言うことを聞かないで怒られちゃう時は私だけじゃなく他のみんなも一緒ですし。みんな行くぜお前ら。姫さんや嬢ちゃんたちばっか戦わせんな。おう、城の素材の菓子を作り続けた俺たちのパワーを見せてやる。皆どうしてリンドたちを通じて避難を命じたのに。それはですね、なあ、魔物が攻めてくるんだって。しかもものすごくたくさん。どうしようかしら。皆さん集まってください。私の話聞いてください。おお、リンドちゃんじゃないか。姫様からの伝言かの。リンドちゃん、通信魔法で呼ばれちゃいましたけど、どうしたんですか？そうですよ、魔物さんがそこまで来てて姫様はもう戦ってらっしゃるのに。そうです。皆さん、ライラエル様は今戦っているんです。この国を、私たちを守るためにです。それなのに私たちには隠れてろって言って。私これまでいつも姫様に言われたこと全部守ってきました。でも今日初めてライラエル様の言いつけを破ってしまいたいってそう思っちゃったんです。でもそうしたらきっと怖い方の姫様に怒られると思うんですけど、だからその変なお願いかもしれないですけど、皆さんもどうか皆さんも私と一緒に戦って怒られてくれませんか？そうね、リンドちゃん、大したことはできないけれど私たちも戦うわ。ああ、俺たちの国で俺たちの姫さんなんだからな。ちっと怖え時もあるが俺たちで守んなきゃな。わしの研究が役に立つ時が来たようじゃね。スペシャルな秘密兵器ぶつけてやるぞい。いいかお前さんたち、武器持ってる男衆はちっちゃい魔物を3人1組で狙え。強そうな魔物が来たら俺様がクローチェに回せ。ボルガーノ様、僭越ながら私たちにもお手伝いさせてくださいませ。やるよ。すまねえな嬢ちゃんたち、当てにさせてもらうぜ。私もさっきお姫様のこと怖がっちゃいましたけど、でも
手が火でもご恩返しさせていただきたいです。手伝ってもらえますですか、ヒーローさん。はいです。この前おにぎりさんに乗せてもらった時に思ったんですけどにょこにょこにょこにょ。あと喧嘩したことないやつは後ろで手当てとか頼む。それか魔物に石をぶつけるんでも通信魔法の連絡役でも十分助かるからな。はあ、みんな姉貴の下手な檻に乗っちゃって、これじゃあサボれそうにないですね。なんだかすっかり心は一つっていう感じですね。でも皆さん無茶はしないでください。こんな状況だというのに、なんだか町の皆様は目を輝かせていらっしゃいますね。そうですね。戦いは危ないって分かっていても、きっとこの国の人たちの心が一つになってるからなんでしょうね。そうね。いいなこのジオテオゴニアを、そして私を守るためにこんなにも多くの皆が立ち上がってくれる。それに騎士たちもクローチェ。どうやら私は王家の装備を使わずとも傲慢だったようです。自分だけで全てを守ろうなど。ライラール様、しっかり。大丈夫です。しかし後先を考えず力を使いすぎたかもしれません。先走っておきながら情けないですが。あとは私たちにお任せください。みんなで協力して魔物さんたちを倒しちゃいますから。さて、プリンセス・ライラエルは前線から下がったよね。代わりにユースティアナたちが来て状況は少し変わりそう。呼んでもいない侵入者が手ぐすねを引いているようだし、やりすぎず加減しすぎず仕掛けを垂らしてやらなくてはこちらの狙いを悟られないように。この辺りの魔物はあらかたお掃除できたみたいだね。うん、だいぶ静かになったし、そろそろ一息つけそうだね。お二人ともすごい剣さばきでした。かっこよくて憧れちゃいます。そうかな。面と向かって言われるとちょっと照れくさいよ。それならもっと照れてください。トモさんの肉魔流見とれちゃうくらいに綺麗でしたよ。それにしずるさんの剣技もなんていうか、その豪快で最後は魔物に頭突きでとどめなんてびっくりしちゃいました。弟くんを思うお姉ちゃんパワーのなせる技だよ。良い子は真似しちゃダメだぞ。真似したくて
もできるかどうか。でもよければ後でお二人に剣の扱いを教わりたいです。私もっと強くなりたいですから。もちろん魔物退治が済んだら稽古でもしようか。この辺なら剣を振るのにもちょうどいい広さだし。それにしてもおかしな風景だよね。話には聞いてたけど本当に何もかもがお菓子でできてるんだ。だよね。ほら見て2人とも、このお花の花びら飴でできてるよ。これはリンゴ味。こっちの花びらはいちご味かな。弟くんへのお土産に持って帰ろうと。すごいな、まるで絵本の中にいるみたい。探検してみたいな。ともさん、剣だけじゃなく絵本とかもお好きなんですね。いや、そんなことは。単にすごく不思議な世界だなって思っただけで。クリアちゃん知ってるかな。ともちゃんはとってもかっこいい女の子だけど、実はメルヘンなものに目がないんだよ。ちょっとしずるさん、なんでそれを知って。いや、そんなの人並みだよ、人並み。別に嫌いなわけじゃないけど。ともちゃんったらそんなこと言って、もっと素直になってこのメルヘン世界を楽しもう。例えばこのキノコは外はマシュマロみたいにふわふわで、中はクリームみたいにとろっとろ。ともちゃんもお一ついかが。いらないってば。それより残りの魔物を手分けして探そう。合点承知。ついでにともちゃんが好きそうなお菓子も探してくるね。私も探してみます。楽しみに待っていてくださいね。まったくもう、この私がからかわれるだなんて。この場に彼がいなくてよかったよ。でもさっきのキノコ確かに美味しそうだったな。私も一つだけ、いや一口だけ食べてみようかな。クリアちゃん、一匹そっち行ったよ。退路を塞いで。早い。でもここは通しません。やあ、遅い。ダメ、このままじゃ逃げられちゃう。クリアちゃん、お待たせ。くらえ、お姉ちゃんスラッシュ。二人ともお見事。その一匹で最後みたい。お疲れ様。はい、ごめんなさい。うまく仕留めきれなくて危うく逃がしちゃうとこでした。そうなの？クリアちゃんが当選もしててくれたから、お姉ちゃん的には大助かりだったんだけどな。確かに音を聞いてた限りだと少し踏み込みを焦った感じがしたね。手応えが浅かったんじゃない？はい、敵を止めなきゃって思ったら焦っちゃって。こういう時ってどうすればいいんでしょう。ちょっと抽象的に聞こえるかもだけど、大事なのは信じることだと思う。信じること？敵が目と鼻の先にいれば当然そちらに意識が向く。戦いの中で冷静さを保つことはとても難しい。でも自分の剣を、仲間を信じていれば相手を観察する視野も冷静さも保つことができる。信じる者に後を任せられてこそ先が見えるんだ。三熊流剣術ではそれを
五の線を制するなんて表現するね。自分と仲間を信じて、それが剣士の心得なんですね。なんとなくですけど分かった気がします。機会があったら試してみて。その時は私たちがそばについてるから。ずーっとそばにいてあげるよ。安心してていいからね、弟くん。はい、よろしくお願い。弟くん？あれ？そういえばどうして弟くんがここにいるの？もしかしてお姉ちゃんが恋しくなっちゃった？こっちおいで、いっぱいハグしてあげる。ちょっとしずるさん、急にどうしたんですか？トモさん、しずるさんの様子がおかしいです。まさか何か幻覚を？ああ、大変だ。間違いなくアンチビーストの仕業だよ。はい、アンチビースト？何ですかそれ？こうなったら三熊流魔法剣術を使わざるを得ない。そこの君、安心して。この世界の平和は私が守ってみせる。シャイニー、フェザリー、グローリー、マジカルソード、シャープネス、魔法剣士シャイニートモ、きらめく剣技で悪を断つ。もう何が何だか。わあ、弟くんが2人に。それも魔法少女になってる。よく似合ってるよ、弟くん。落ち着いてください。お兄さんはしずるさんの弟くんは2人になったり魔法少女になったりしないですよね。そう？お姉ちゃんも増えたことあるし、魔法少女にもなったよ。お姉ちゃんができたんだから、弟くんにだってできるできる。なんで前例があるんですか？でもいつもの弟くんとなんか違う気がする。そうだ、お姉ちゃん分かっちゃったぞ。シャンプー変えたでしょ。シャンシャン。ほんのりミルク系、甘い香りがするね。ちょっと味見してみてもいい？味見？トモさん、助けてください。このままじゃ私、しずるさんに食べられて。違うよ。今の私はシャイニートモ、アンチビーストを撃つ魔法剣士だ。じゃあもうそれでいいです。私、アンチビーストに食べられちゃいます。人の姿に化けるアンチビーストがいるなんて。任せて、今助けるから。でもいいアンチビーストさんかもしれないので、お手柔らかにお願いします。シャイニーブレード。すごいさすが弟くん。もう必殺技を得得してるだなんて。魔法少女の素質ありだね。どうしよう。とっさに消しかけちゃったけど、このままだと2人が怪我しちゃうんじゃ。自分の剣を、仲間を信じていれば、相手を観察する視野も冷静さも保つことができる。一旦信じてみるしか。トモさんの言う通り、まずは冷静さを保たないと。これならどう？シャイニーブレード2連撃。なんだろうこの感覚。剣にまろやかさが足りないんだよね。あなた本当に弟くん？なんて鋭い一撃。手強いね。でも魔法少女は諦めない。どんな窮地でも屈さない。見た目も声も弟くんだけど仕方ないな。ちょっと本気で
確かめさせてもらうね。早っ。この味、この感触、明らかに弟くんと違う。お姉ちゃん、分かっちゃったこれは偽物だね。しずるさん、今なんでほっぺにトモさん、今しずるさんって言ったよね。キスされたショックで正気に戻ったのかな。ならしずるさんの方は弟くんになりすまそうなんてお姉ちゃんには通じません。あれ、それじゃああなたが本物の弟くんかな。人違いですって言っても聞いてくれそうにないし、こうなったらもう逃げるしか。空中なら追ってこれないはず。しずるさんが正気に戻るまでやり過ごそう。逃げるってことはあなたも偽物なのかな。ならお姉ちゃんが懲らしめてあげないとね。行くよ、お姉ちゃんウィング。それどうやって飛んでるんですか。待って、こんなのありえない。どうしてこんなことに。あのキノコには楽しい夢を見せる作用があったみたいですね。なのでトモさん、そんなに気に病まなくても。キノコのせいか。そういえば前にジュンさんが野生のキノコには気をつけてって言ってたっけ。それなのにあれだけ大口を叩いておいて、幻覚で前後不覚になった挙句、あんな恥ずかしい姿まで。ともちゃんの恥ずかしいとこお姉ちゃんも見たかったな。一体何があったの。弟くんが増えたり魔法少女になったりしたのは覚えてるんだけど。だいたいそれで合ってますよ。そうなの。じゃあともちゃんは何をそんなに落ち込んでるんだろう。半分くらいはしずるさんにいきなりキスされたせいだと思いますけど。ほら、しずるさんもこう言ってることですし、私たちはちっとも気にしてませんからね、ともさん。そう言われても私は気にするよ。しずるさんのあれは、おかげで正気に戻れたし仕方ないって割り切るけど、気にしてるのは魔法少女のことですか。私って実はああいうお話が好きで、自分が本当に魔法少女になったらとかよく想像してたんだ。恥ずかしいけどこう言うしかないよね。本当に魔法剣士になったことがあるとまではさすがに言えないし。ともさん、剣のことを偉そうに教えてたのに情けないところを見られて幻滅させちゃったよね。ごめんクリアちゃん。戸惑いはしましたけど、そっちはむしろ私としては知れて嬉しかったというか。いえ、こう言っても気休めにしか聞こえませんよね。ならともさん、ちょっと見ていてもらえますか。クリアちゃん、何を。ファニー、キューティー、クリアリー、マジカルシールドソウフル、魔法翼機フォールンクリア、盾と勇気で守ります。なんて、とも
画を見て私も考えてみたんですけど、実際にやると確かにちょっと恥ずかしいですね。もしかしてクリアちゃんも好きだったりするの？魔法少女とか。普通に大好きですよ。まあ私が持っている戦うための力は人から憧れられるようなキラキラしたものじゃないですけど、でも魔法少女の変身みたいなものだって考えたら、あの姿で戦うことにもほんの少し前向きになれるかもって。どちらかというと悪役っぽい格好ですけど、だからトモさんも恥ずかしがらないでください。剣士のトモさんも魔法少女のトモさんも私にとっては憧れなんですから。そっか、そこまで言ってもらえるなら私が恥ずかしがってちゃダメだよね。ごめん、こんな風にくよくよしてる方が情けなかった。信じてくれるクリアちゃんのためにもちゃんと胸を張ることにするよ。剣についてもまた教えてくださいね、トモさん。もちろん。よくわかんないけど、ともちゃん元気出たみたいでよかった。もっと元気が出るようにお姉ちゃんがなでなでしてあげるね。しずるさんはしばらく接近禁止。感触が蘇ってきてゾワゾワするから。禁止だとかダメだとかって言われると逆にやってみたくなっちゃうな。わかった、まずは話し合おう。内容次第では重宝するから。だから近づかないでってば。お二人とも元気そうで何よりです。楽しい夢を見る以外の副作用はなかったみたいですね、あのキノコ。一時はどうなることかと思いましたけど、でもそんなに美味しくて副作用が夢だけなら一口食べてみたかったな。私ならどんなものが見えるのか気になるしなんて。クリアちゃん、しずるさんを止めて。今の私にはお姉ちゃんパワーを受け止めきれない。クリアちゃんの方でなんとか。はい、今行きます。私で受け止めきれるかは分かりませんけど。悪くない空模様だ。トンヌス釣りにはいい日和だな。海が波が切なげに泣いてやがる。泣いてやがります。止めたのに結局出航しちゃった。このお二人を見張るだなんてやっぱり私には荷が重すぎます。これが噂に聞いたジオテオゴニアの海か。俺たちの知っている海とは匂いからしてまるで違え。潮風を浴びてると口の中までホロアマになってくるぜ。ホロアマです。ホロアマ。しかもプレシアさんまで勝手に連れてきちゃって。もうどうしてこんなことになったんですか。はるばる来たぜジオテオゴニア。なんともまあ
メルヘンな世界じゃねえか。その通り。こいつは水に死ぬはソンソン。また不思議な景色です。もうなんでニノンさんが得意げなんですか。それにしてもカズマサさんがジオテウゴニアに行くって聞いてびっくりしました。秋之助たちも言ったっつう裏世界とやら、俺もこの目で見てみたくてな。二之助に案内を引き受けてもらえて助かったぜ。はい、私たちが付き添いを。で、ニノンさんだけじゃなくて私もいますけど。やっぱり気づいてないんだ。気を取り直して予定表を確認しましょうか。まずはお城に行って挨拶して、それから町の市場を見て回るそうです。町の外に出ないなら危険はなさそうですね。私たちがいれば安心安全です。ぜひぜひお船に乗ってください。おう、早速船に乗って海に繰り出すぜ。とりあえず港に行きゃ借りられるか。船？港？では港に向かって出発。ユミさん、それで合ってますか？いやいや、合ってないです。まずはライライルさんたちに会って話を通しておかないといけないんですって。漁に限らず何事も速さが命だ。ジオテオゴニアの魚を鮮度抜群でいただくために1分1秒も無駄にはできねえからな。なるほど、一理あります。ここは私たちもカズマサさんについていきましょう。ニノンさん、丸め込まれちゃダメです。予定を守らなきゃモニカさんに怒られちゃいますよ。お魚？お、どうしたお前さん。俺たちに何か用か。これから漁に出かけるところなんだが。待ってください。言葉はなくとも目を見ればわかります。この強い眼差しはなんという地に植えた眼差しでしょう。お腹を空かせた恐るべきけだものの目です。いい目をするじゃねえか。なりは小動物だが気迫はまるでサメかシャチだ。この俺ですら身震いしちまうぜ。わかった、ついてきな。最高の魚料理をごちそうしてやるからよ。ついてきなじゃないんですよ。プレシアさんも勝手に出かけたらダメですよね。お魚取るよ。なんで皆さんそんなに行き急いでるんですか？どうしよう、モニカさんになんて説明すれば。驚きもももき、海水が甘じょっぱいです。はっはっは、ほろ甘い潮風に甘じょっぱい海。極めつけはお菓子でできたレンタル漁船ときた。シフトレバーにはマカロンが突き刺さってるし、乾パンはクソ硬えクッキー、ソーダリンはどでかいドーナツだ。なんで普通に走ってんだろうな。腹が減ったは戦はできぬ。小腹満たすにはちょうどいいですね。なるほど、ちげえね。こいつは遭難しちまった時の非常食ってことか。気が利いてるな。それだと食べてるうちに沈んじゃうんじゃ。プレシアさん、それ多分浮き輪ですから救命具なので食べないでください。
さて嬢ちゃんたち、じきに漁場だ。着く前に誰かが波にさらわれちまったらことだからな。今のうちに天候を済ましとくか。番号23？ ん？俺を入れて3人？なんか頭数が足りなくねえか？4人いたような気がしたんだが、気のせいか。ちょっと待ってください。気のせいじゃないです。私が抜けてます。3人も4人も変わりあるめい。3時は3時だ。それじゃあ転校した意味ないですよ。ニノンさん、カズマサさんに伝えてください。お任せあれです。ご安心ください。忍者の私がユミさんを見失うことなどありえません。ニノンさん、今話しかけてるのはプレシアさんです。私はこっちですよ。ごめんなさって。プレシアさん、失礼つかまつりましたです。やっぱり気づいてもらえない。モニカさん、私もうダメかもしれまへっへ、この波の感触、俺たちの足元でトゥンヌスどもが泳ぎ回ってやがるぜ。モノだ、一本釣りの準備だ。はい、ガッテン承知にございます。私が餌をばらまきますから、ユミさんは釣り竿の用意はお願いしますね。プレシアさんは私が釣り竿をセットするので、それを見張っておいてください。あ、釣り竿勝手に動いた。でもこのテオゴニアの海に本当にトゥンヌスなんているんでしょうか。海水は甘じょっぱいし。大丈夫です。モニカさんが言ってました。カズマサさんは放っておくとすぐトゥンヌスにお呼ばれしてしまうので、しっかり見張っておいてくれと。つまりカズマサさんについていけば、その先には必ずトゥンヌスがいるということです。ニノンさん、多分その見張っておいてくれっていうのは止めてほしいって意味だったと思うんですけど。はっはっは、いかにもこの漁師カズマサあるところにトゥンヌスありだ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。カズマサ、どうした？なんだもう辛抱できなくなっちまったのか？トゥンヌス釣りってのは我慢強さの勝負よ。どんと構えて奴らが餌に食いつくのを待たにはならねえ。そんな入れ食いみたいなことはそうそう。釣り竿動いてる。かかってんじゃねえか。この暴れ狂うような引き、間違いなくトゥンヌスだ。ちょっとでも力を緩めたら釣り竿ごと持っていかれちまう。悪いが嬢ちゃんたち、船の操舵は任せたぜ。そんなの無理です。船の操縦なんてしたこともないのに、ましてやお菓子の船だなんて。走らすだけならちょろいもんだ。まずはエンジン全開、赤いマカロンのついたレバーを押せ。マカロンどこ？すまねえ。そういやさっき小腹がついた時にマカロンはあらかた失敬しちまったんだった。それじゃどこをどう操作すればいいかもうわからないじゃないですか。一体どうしたら。
ゆみさん、私が手を貸します。でもどれがエンジンのレバーかわからなくて。私、いいこと思いつきました。エンジンがかからぬなら私がエンジンになります。ミノンさんがエンジン？それってどういう？じゃ、クーラー船尾に行ってきます。日本レカのグレ旋風シュバババババなんだこの急加速は。船尾の方で蒸気が上がって、こりゃ二之之助か。なるほど、エンジンってそういう。でもこれであとは私が舵を操作すればなんとか。ねえ、今度は舵が一人でに動いてやがる。不思議なこともあるもんだぜ。これが海の女神のご加護ってやつか。違います。私が操舵してるんですよ。お願いですから、そろそろ気づいてくださなんと、あゆみさんは海の女神だったですか。もはや向かうところ敵なしです。女神様は相談に集中してください。女神じゃないです。あゆみです。いいぜ、その調子だ、嬢ちゃんたち。この速度で引っ張り回せばどんな大物だろうと遠からず音を上げるはずだ。そらいい加減観念しやがれ。どりゃあれに見えるわ。見まごうことなきトゥヌスです。本当にトゥンヌス釣れちゃった。おいしそう。よっしゃ見てるか、海の女神様よ。俺は勝ったぞ、ジオテオゴニアの海に。こいつまだ暴れやがる。やべえ底力だ。このままじゃ竿が持たね大丈夫。シュワイクラッフェン。なんだ、トンヌスが宙に浮いてやがる。もしかしてお前さんがやってんのか。捕まえた。フレッシュさん、なんと鮮やかな腕前。獲物は決して逃がさぬその日本、実にあっぱれです。よかった。とっても大きなトゥンネスですね。見てるか、海の神様よ。俺たちはジオテオゴニアの海に打ち勝った。このトゥンヌスこそが勝利の証だ。なんじゃこりゃ。赤身から果物の味がしやがる。こいつはまさか。いちご味。それだ。いちごみてえな味だ。どっからどう見てもトゥンヌスの赤身だってのに。見た目と味のギャップがすごいです。噛むたびに口の中に違和感が広がってきます。なんともか不思議な味わいでしょう。見た目と味で2度おいしい珍味です。
いや二之助、これは珍味ってよりイチゴそのものだぜ。俺も別に甘えもんは嫌いじゃねえけど、さすがにこいつはどうも。シワを振りかけるとさらに美味しさ倍増です。みんなの塩も試してみてください。わあ、ほんとです。ちょっぴり塩をまぶすと甘みがぐっと引き立って普通に食べられるというか、むしろ美味しいです。うまうま。おいおい、マジかよ。味はイチゴだってのに見た目は完全にトゥンヌスの赤身なんだぜ。おつむがこんがらがっちまうよ。まあちょっと違和感はありますけど、あれです。スイカにあえて塩をかけるみたいな感じですよ。なるほどな。ママよ、ジョーちゃんらが挑戦してるんだ。俺も腹くくって試してみっか。まあ確かに、なかなかどうしていけるなこいつは。あれだ、いちご大福とかに近いかもしれに。トゥンヌス大福、それは美味しそうです。濃厚ないちご味と優しいあんこの味、きっと相性抜群に違いありません。確かにそいつは良さそうだぜ。漁の最中に糖分が恋しくなったらパクッと。想像するだけでよだれが出る。楽しみ。そうと決まればまたトゥンヌス釣りに行きましょう。即戦即決、全は急げです。そうですね。皆さんの分のトゥンヌス大福も作って、もう一度大海原に。はあ。勝手に漁に出たって何やってるんだお前た